JSON とシリアライズ。シリアライズは、各種プログラム言語のデータ構造を JSON に変換することを指します。Web API にデータを渡す際に、JSON にシリアライズする機会がよくあります。Arduino JSON ライブラリとシリアライズ。Arduino JSON ライブラリには、シリアライズの機能があります。入り組んだデータ構造を作るための機能もあります。これらを組み合わせて、必要な JSON を生成することができます。今回の動画では、Arduino JSON ライブラリでの基本的なシリアライズの手順を紹介します。また、事例として、クラウドメールサービスのセンドグリッドを使って、ESP32 からメールを送信する例を取り上げます。JSON ドキュメントの生成。シリアライズを行うには、まず JSON ドキュメントを生成します。状況に応じて、スタティック JSON ドキュメント、ダイナミック JSON ドキュメントのどちらかを生成します。生成方法は関連動画をご参照ください。オブジェクトへの代入。オブジェクトに値を代入するには、JSON ドキュメントの変数に対して、以下のような書き方をします。関数形式で以下のように書くこともできます。関数形式で書くと、戻り値が true、false のどちらになっているかで、代入が成功したかどうかを判断することができます。オブジェクトへの代入例。以下の表のようなオブジェクトを作りたいとします。サイズが100のスタティック JSON ドキュメントを使って、上記の表のオブジェクトを表したい場合、プログラムは以下のようになります。配列への代入。配列に値を代入するには、JSON ドキュメントの変数に対して、以下のような書き方をします。以下のような書き方をすることもできますが、パフォーマンスがやや落ちるので、あまりお勧めしません。配列への代入例。以下の表のような配列を作りたいとします。サイズが100のスタティック JSON ドキュメントを使って、上記の表の配列を表したい場合、プログラムは以下のようになります。ネストしたオブジェクト。オブジェクトのあるキーに対する値がオブジェクトであるネストする場合は、JSON ドキュメントの Create Nested Object というメンバ関数を使って、JSON オブジェクト型の変数を生成します。以下のように書くことで、ネストしたオブジェクトに値を代入することができます。ネストしたオブジェクトの例。以下のようなオブジェクトを作りたいとします。ネストしたオブジェクトの例。サイズが100のスタティック JSON ドキュメントを使って、前のスライドのオブジェクトを表したい場合、プログラムは以下のようになります。ネストした配列。オブジェクトのあるキーに対する値が配列である場合は、JSON ドキュメントの Create Nested Array というメンバ関数を使って、JSON アレイ型の変数を生成します。以下のように書くことで、ネストした配列に値を代入することができます。ネストした配列の例。以下のようなオブジェクトを作りたいとします。ネストした配列の例。サイズが100のスタティック JSON ドキュメントを使って、前のスライドのオブジェクトを表したい場合、プログラムは以下のようになります。シリアライズ JSON 関数。JSON ドキュメントのオブジェクトをシリアライズするには、シリアライズ JSON という関数を使います。引数として、JSON ドキュメントのオブジェクトと、ストリング型の変数を渡します。ストリング型の変数に、シリアライズされた JSON 文字列が代入されます。ストリング型変数への結果の連結。シリアライズ JSON 関数に渡すストリング型変数に、あらかじめ値を代入しておくと、
その値の後に JSON が連結されます。例えば、以下のようにプログラムを書くと、変数アウトプットには、JSON の後に、JSON の文字列を連結した値が代入されます。シリアライズ JSON プリティ関数。シリアライズ JSON 関数で生成した JSON 文字列には、概要やインデントは含まれず、JSON の中身を読むには適していません。読みやすい JSON を得るには、シリアライズ JSON プリティという関数を使います。この関数を使うと、概要やインデントが入って、読みやすい JSON が出力されます。Arduino JSON アシスタントを使うと、サンプルコードを出力することができます。アドレスは https://arduinojson.org/v6/assistant です。プロセッサーの LAN では ESP32 を選びます。モードの LAN ではシリアライズを選びます。アウトプットタイプの LAN ではストリングを選びます。Next JSON をクリックします。作成したい JSON を入力して、Next サイズをクリックします。JSON ドキュメントの必要サイズが表示されます。Next プログラムをクリックします。JSON を生成するためのサンプルコードが表示されます。センドグリッドについて。センドグリッドはメール送信のクラウドサービスです。メール関係の各種の API が提供されています。API で通信して JSON データを送信することで、メールを送信することができます。この後の事例を実際に試してみたい方は、センドグリッドにユーザー登録し、API キーを取得してください。センドグリッドでの基本的なメール送信手順。https://api.sendgrid.com/v3/mail/send にポストでメールのデータを送信します。送信の際に以下の2つの HTTP ヘッダーを付加します。Authorization: Bearer API key Content Type: Application/JSON メール送信データの JSON。メール送信データは以下のような JSON で送信します。実際の事例として、ボタンが押されたときに ESP32 からセンドグリッドを通してメールを送信するプログラムを作ってみました。ボタンは ESP32 の5番ピンと GND の間に接続します。プログラムはこちらのようになります。SSID とパスワードはお使いの Wi-Fi に合わせて書き換えてください。API キーはセンドグリッドで取得したものに書き換えてください。メールの送信元と送信先のアドレスに書き換えてください。時刻を合わせる関数です。HTTPS 通信のために使います。セットアップ関数で初期化を行います。シリアルポートと5番ピンを初期化します。Wi-Fi に接続します。時刻を合わせます。ループ関数では、ボタンが押されたことを検出して、そのタイミングでメールを送信します。スイッチが押されたかどうかを判断します。HTTPS で通信するための準備をします。メール送信用の JSON を生成します。送信元と送信先のメールアドレスを設定します。
メールの題名は、メール、from、センドグリッドにします。メールの本文は、Hello World にします。メールのデータをシリアライズして、ストリング型の変数アウトプットに代入します。センドグリッドに接続します。HTTP ヘッダーを設定します。センドグリッドにアクセスして、ポストで JSON を送信します。送信に成功したら、シリアルモニタに先導 OK と出力します。各種のエラー処理です。プログラムを実行して、実際にボタンを押してみました。センドグリッドからメールが送信されました。受信トレイを開いたところです。プログラムの通り、題名がメール、from、センドグリッドで、本文が Hello World になっています。サンプルプログラムはダウンロードすることができます。ダウンロードアドレスは動画の概要欄をご参照ください。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。